前回までは南フランスニースの2日目のお昼までの様子をお届けしました。今回はその続きからご覧いただきたいと思います。皆さんこんにちは。南フランス観光2日目、今日はまずニースとモナコの間にある世界遺産エズ村を目指します。エズ村に到着しました。中に入ると、そこはまるで絵本の世界に迷い込んだような可愛い世界が待っていました。これからゆっくり歩きながらエズ村を探索してみたいと思います。一緒にエズ村を散歩しているようにご覧いただけると嬉しいです。そしてガッチガチの加工をかけてカメラでも写真を撮っているので、一緒にご覧いただけるとありがたいです。中は少し迷路のようになっていて、方向音痴の自分は何回か同じところを通っていました。もしかしたらすでにお気づきの方で気になっている方もいらっしゃるかと思いますが、ズボンの後ろに謎の茶色のシミができています。どこかに座った時についたシミだと思います。決してお漏らしではありませんのでご安心ください。村の中は普通の住居空間もあれば、レストランや雑貨屋さん、お洋服屋さんにアクセサリー屋さんなど観光客向けのお店もあります。ですが、そんなにたくさんお店があるわけではなく、観光地でもありながら観光地化されすぎていないというタイムスリップしたような風情あふれる村でした。ちなみにニースとモナコの間に位置するエズ村は、海から垂直に立つ崖の上の標高約420メートルの場所にあるそうで、遡ること中世時代、敵の攻撃を避けるために険しい岩山や丘の頂上に村を築いたらしく、その村の姿がワシの巣に似ていることからワシの巣村とも呼ばれるようになったそうです。敵から侵略されないためにこの断崖絶壁の斜面に村を作られたこともあり、現在でもアクセスが少し難しい村です。この場所自体は紀元前からあり、人が集まって村の形になったのは10世紀頃からなので、約1000年以上の歴史を持っています。そしてエズ村の一番高いところにある植物園に入ろうと思います。いざチケット売り場に着くと、すでに長蛇の列が。入場料金は6ユーロか7ユーロだったような気がしますが、今調べてみると8ユーロに値上げしてました。中に入ってみると、名前の通り植物だらけ。特にサボテンはひときわ目立っていました。そしてマイナスイオンをたくさん出してそうな植物たちに囲まれながら、どんどん高いところを目指していきます。ちなみにここは植物園ではありますが、実際は展望台として景色を見るために利用している観光客がほとんどではないかと思います。エズ村自体も綺麗ですが、園内の最高地点まで行くとまさにザ・コート・ダジュールという景色が一面に広がります。コートダジュールを一望できる壮大な景色でした。植物園を出てエズ村を降りていると、黄色い時計の塔がついた建物が見えたので、そこに向かってみます。
すると現れたのは小さな教会。調べてみると18世紀に建てられた歴史的建造物に分類された教会でした。中を覗いてみると、シンプルな外のデザインからは想像できないような繊細なデザインと豪華な装飾でとても美しい教会でした。そして2日目の夕食はこのイタリアンのお店にしました。今回注文したのはシーフードパスタとラザニアです。動画では伝わりにくいですが、かなりの量が入っています。それでは早速いただいてみたいと思います。まずはシーフードパスタから。食べてみると、まずパスタはもっちもちで、口に入れると海鮮のうまみがドバーッと広がってきて、すごく美味しかったです。まるで地中海の海を丸飲みしているかのように、口の中は海鮮祭りでした。続いてラザニアをいただきます。皿に取り分ける時点でこのずっしりとした重量感に、確実にこれも美味しいこと間違いなしです。食べてみると、はい、美味しい、最高です。止まることなくパスタを食べ続けていきます。そして再びラザニアを食べます。ただひたすら黙々と淡々と食べ続けていきます。すると食べる途中にあることに気づきます。もう美味しいから何でもよしと再びパスタを食べ始めます。余談ですが、スプーンとフォークを使ってパスタを食べるって難しくないですか？負けたと思ったらパスタがビロンって飛び出したり、いつまで経っても負けなかったり、手がつりそうになります。普段から慣れていないためぎこちない食べ方となっていますが、温かい目で見ていただけるとありがたいです。もう一回プリン挟んで食べたいから。ちなみにシーフードパスタは 20.5 ユーロ、日本円で3280円。ラザニアは17ユーロ、日本円で2720円。日本円にすると少し高く感じてしまいますが、このボリューム、味のクオリティの高さ、そしてフランス・ニースの中心地という立地を加味しても良心的な価格だと思いました。そして食後のデザートはなんとプリン。プリン好きの自分にとっては、ヨーロッパでプリンを食べれることに嬉しさを隠しきれず、迷わず注文。待つこと数分、登場したプリンに驚きを隠せませんでした。すでにお気づきかもしれませんが、想像のはるか上を行くプリンのでかさに驚愕。写真で伝わるか分かりませんが、そのプリンがこちら。夢のようなプリンを目の前に、ワクワクとともに先ほどのパスタとラザニアでお腹いっぱいになりかけている不安と葛藤しながらプリンを食べ始めます。気になるお味はもちろんとっても美味しいプリンで、少し固めのプリン、自分好みのプリンでした。デザートは別腹という言葉を信じて食べ続けていましたが、スプーンがどんどん重たくなってきました。しっかりテイクアウトして翌日に残りの分は美味しくいただきました。3日目です。3日目は電車に乗り、イタリアの国境近くにあるレモンの町マントンという町を見に行きます。まずはニースビレ駅という駅に向かい、この青色の機械でチケットを買いました。そしてこの赤色の電車に乗っていきます。早速目的地近くの駅に着くと、目の前には壮大に広がる地中海の海。あいにくのどんよりとした天気ですが、それでもこの海の青さ、沖縄にも負けないようなポテンシャルを感じます。
そのまま海沿いを歩いて目的地まで向かいます。すると防波堤の階段を見つけたので登ってみました。そこには所狭しと一面に広がる船、そしてその後ろには崖のようなところにそびえ立つ黄色の建物たち。近くに行ってみたいと思います。ビーチの横を通り階段を登ってみると、正面には壮大な景色が広がりました。コートダジュールの最も東にある町マントンは芸術と歴史の町として国に認定されているみたいです。今回は時間があまりなかったためパッと散歩して離れましたが、次回はゆっくり街を探索できたらなと思います。続いて世界で2番目に小さい国、そして世界で一番治安がいいと言われている国モナコにやってきました。人生で一度は来てみたかったモナコはニースから電車で約30分くらいで行けるとのことだったので来てみました。富裕層の方たちが移住してくるだけあって通る車は高級車が多く、建物も豪華な建物ばかりでした。モナコに来たら入ってみたかった世界的に有名なカジノ場所モンテカルロに到着。もう外観から豪華すぎて入りにくいです。そして入り口はスーツを着てかっちりとした男性が2人荷物検査をしています。中まで入ってみましたが、中はさらに豪華で、こんなひよっこの自分はめちゃくちゃ浮いてたような気がしてます。今回はパスポートをホテルに忘れてしまってカジノ場まで入ることができませんでしたが、次回来る機会があれば挑戦してみたいと思います。モンテカルロを後に続いては高みを目指します。世界三大夜景にも選ばれているモナコの街が一望できる大公宮殿に向かいます。宮殿までは坂が多くて大変なので歩きやすい靴で行くことをお勧めします。すると宮殿まで向かう道の途中ですでに大迫力な景色が見えてきました。長い緩やかな坂を登った後に広がるこのモナコ市街の景色は見た瞬間に今までの疲れがどっかに飛んでいくくらいすごく綺麗でした。しばらく休憩しながら景色を見ていると、景色の中心でとんでもないアトラクションが見えてきました。扇風機のようにぐるぐる回ってます。そしてやっと宮殿に着きました。まずは宮殿の左側からまた違ったモナコの景色が見渡せます。ここの景色もすごく絵になる素敵な景色でした。ここは大公宮殿です。実際に王室が暮らす場所でもあります。この宮殿は一部の部屋が一般公開されているらしいですが、10月の中旬から4月までは見学ができないらしく、この日は入ることができませんでした。ちなみに中は王室らしいゴージャスな建物で、宮殿教会や黄金に装飾された部屋など見どころがたくさんあるとのことです。これは7時前の夜景、すでに綺麗に見えますね。現在時刻は夜の7時前とのことですが、街の街灯が少しずつつき始めてキラキラしてきました。そして約30分後には完全に日が落ち、街全体が光り輝いてます。この綺麗さはカメラでは 100% 伝わりにくいと思いますが、それでもこの幻想的な景色、実際に見た方が何倍も綺麗で、
眩しすぎて眩しすぎました。そして3日目の夕食はまさかの昨日行ったレストランにしました。美味しすぎて価格もヨーロッパにしてはお手頃だったので再来店。今回はこのパスタとピザにしました。またこれも大優勝すぎてあっという間に完食。食後のデザートは昨日気になってたティラミスを頼みました。もう何度も同じコメントですいません。本当にすごく美味しかったです。4日目です。今日でニースは最終日。あいにくの天気でした。今日は明日マルセイユ空港から帰るのでマルセイユに向かいます。今編集しながら思ったんですけど、考えてみたら3泊4日じゃなくて4泊5日でした。でも5日目は帰るだけなのでご了承ください。気を取り直してマルセイユに向かう前にフランスといえばスイーツ、少し寄り道をして美味しそうなケーキ屋さんを探します。そしてここのお店のティラミスとミルフィーユとチョコレートケーキを購入。気になるお味はティラミスはふわふわ、ミルフィーユはサクサク、チョコレートケーキは濃厚、どれも絶品でした。そしてどっかの道にあったお店でマカロンも買ったんですけど、アイスが挟まってて新感覚マカロン最高でした。スイーツの余韻に浸りながらニースから電車に乗ります。その後バスに揺られてマルセイユに向かいます。余談ですがバスは時間通りに来なかったり時間より早く行ってしまったりするので余裕を持って行動した方が安全です。この日も予定時刻より大幅に遅れて到着しました。まずはホテルに直行します。今回泊まる宿はまさかのこのホテル。荷物を置いて夕食を食べに向かいます。そして南フランス観光最後の夕食のお店はこちらです。ここのお店ではマルセイユの名物料理ブイヤベースを頼みました。そしてこのブイヤベースは一皿なんと36ユーロ、日本円で5760円でした。これでも比較的お手頃価格で本格的ブイヤベースが楽しめるレストランとのことです。量はかなり多く、中身は何種類かのお魚とムール貝、そしてじゃがいもが入っていてボリューム満点でした。中に入っているお魚は身がしっかりしていて、スープは濃厚で旨味の凝縮された味でした。最終日は飛行機までの短い時間ですが、マルセイユの街を散歩してきました。マルセイユはフランスの最大港湾都市でもあり、毎朝港で開かれるマルシェでは地中海の新鮮な魚介類が並ぶそうです。そしてマルセイユで有名なノートルダム・ドゥ・ラ・ガルド大聖堂は時間がなかったため遠くからじっくりと眺めることにしてマルセイユを後にしました。帰りの動画はバタバタして全く撮れてなかったので、マルセイユから空港に向かう電車からの景色で失礼します。ここまでの長い動画をご覧いただき本当にありがとうございます。また次回の動画も見に来ていただけるとすごく嬉しいです。